皆さんこんにちは。青空ガレージチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回は VMAX1200 シート張り替え編です。24年間一度も張り替えていないシート、だいぶくたびれてきてシミや色あせもひどく、ひび割れたところにはパッチを当ててごまかしてきました。そこで某奥で手に入れた3点セットで交換してみます。そしてアクセント、最後までゆっくりしていってね。それではシートを外していきましょう。4箇所のボルトを外します。ひっくり返してバックレストを外します。メインシートに4個のナットで留まっています。両側のレールにガイドピンがあります。バックレストとステーを分離します。ここも4個のナットで止まってます。それぞれ単体になったので準備 OK。 マイナスドライバーを差し込んでステープルを外していきます。ペンチでステープルの残骸を除去。何かの虫の巣がお留守でした。古い表紙を剥がします。続いてタンデムシートです。四角くて小さいから力も入りやすい。ステープルの残骸を除去。表皮を剥がすと薄いビニールがかぶせてありました。そしてメインシートです。錆びていなかったのでとてもスムーズ。ラジオペンチでステープルを除去。表皮を剥がすとなぜか端にだけビニールが挟んでありました。張り替えの準備ができました。そして強力タイプに引かれてポチったステープル 1.2mm をタッカー。そしてこちらが某奥で買った VMAX 張り替え用シート、社外品 VMAX1200 厚手生地日本製。袋状に縫製されている端を引っ掛けて引っ張り、全体的にかぶせていきます。これからタッカーでステープルを打ち込んでシートを留めていきます。実はマジェスティのシート張り替え編の時、ステープルがうまく打ち込めず、その動画に視聴者様からコメントでアドバイスをいただきました。地
地面や硬いものを裏に当てた方がステープルの打ち込みがうまくいくと教えていただきました。ありがとうございます。そこで今回はこんなものを用意しました。金床、ステープルを打つ裏側に当てます。成功。順調に成功してます。コーナーの余った部分を折り込んで浮いてしまった時はトンカチで追い打ち。失敗したら抜いて打ち直します。左手で上から押さえるとより効果的。メインシート完成。続いてタンデムシートに行きましょう。構成にも問題なくすっぽり入りました。タッカーの反発エネルギーを逃がさないように左手を添えて念のため奥まで打ち込みました。タンデムシート完成。そしてこれが問題のバックレストです。 VMAX 特有で他のバイクにないものです。タンデムシートまでは順調だったのですが、ここから悪戦苦闘。端と端に袋状の縫製がされています。片方を入れて引っ張りますが届きません。全体を包み込む必要もあるので、生地が平面のままでは無理。端っこを入れて思いっきり引っ張り、無理やり反対側を入れています。あれ、やっぱり全然届かない。入ったけどなんか変な感じ。やっぱりダメだ。そもそも寸法は合っているのか不安になり、外した古い表示と見比べてみました。するとサイズはぴったり同じでした。しかしサイズは合っていてもかなり丸く癖がついているようで、立体的にするため縦に伸ばす必要がありそうです。オリジナル生地も伸ばされて無理がかかっていたのか、経年劣化でひびが入ったようです。こうなったらドライヤーを使って温めて伸ばしてみようと思います。両手を使うためスマホ用スタンドに持たせました。膝を使って温めながら引っ張ります。
板がやけどしそうなのでタオルを挟みました。暑さに耐えながら引っ張ります。少しずつ移動しながら山なりにするイメージで、分かりにくいですが真ん中が伸びてたるんだ感じになりました。端と端の袋状に縫製されたところを引っ張りながらかぶせてみます。届きました。しかし新たな問題です。ベースの材質が他のシートと違って硬質プラスチック、硬くてタッカーの刃が立ちません。金床を敷いてみましょう。やっぱりダメです。上から押さえても無理でした。そこでタッカーは諦めてバックレストだけ作戦変更。ステンレス製のタッピングビス、太さ 3mm 高さ 8mm、 キリで下穴を開けてビス止めします。表面にシワが寄らないように引っ張りながら位置を決め、キリを刺して下穴を開けたらドライバーの先にビスをセット。奥までしっかりねじ込んで固定。完成。メインシートにバックレストステー取り付け、4本のボルト、そしてアクセントをしたバックレスト、裏側はこんな感じです。メインシートのステに取り付けます。自主ワッシャーはレールの外側に入れてガイドピンを取り付け、それではシートを取り付けていきます。前の爪をフレームに差し込むように入れて、後ろはボルト4本で固定。タンデムシートの裏に収納スペース固定用ゴムバンドのフックがあります。後ろの爪をフレームに差し込むように入れたら、前はボルト2本で固定。よし、完成。ほぼツヤ出しワックスなどを塗れば完璧。また見てね。最後ま
までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。